活動が強制のところにずっと所属してて、だから部活がない生活が想像できないっていうのが一番大きくて、部活をしなかったらよかったって思ったことがなくて、部活をしたらやっぱ人との絆が深まるし、ずっとその子たちとやっぱおしゃべりとかして一生の友達ができると思うし、あとは自分のスキル、例えば勉強以外のことでも自分ができるようになることが増えたり、例えば、優勝しましたって言ったらそういうもののフィルターがつくし、全然後悔してないので賛成ですなんか思ったのは、部活でこう意気投合するっていうのはある種当然だなと思っていて、中高っていうものは結構この家の年収が同じだったりとか、私は女子校だったから女子校に来たいと思う人っていうのは、こう考えが合うのは当然だなと思っていて、そこの中でコミュニケーションを取るっていうのはあんまり成長につながらないんじゃないかなと思っていて、もっとやるべきことは社会に出た時にはそういうこう好きなものが同じ人たちで集まるわけではないから、こう第三のコミュニティ、学校でもない家でもないコミュニティで何かに所属するっていう経験をした方がいいんじゃないかなと思っていて、今教員の働き方改革とかがこう言われている中で、こう別に学校でコミュニティを増やす必要はないんじゃないかなと思っているから、学校外であるっていうのがなんか今必要ないんじゃないかなって思います。なんか自分的にすごい思ってるのが、なんか部活ってなんか自分が思うにすごい強制的だなって思ってるわけよ。なんかもちろんみんな自ら選んで入ってるんじゃないかなって思ってるのもそうなんだけど、すごい厳しい部活とかってやっぱりなんか毎回来ないと先輩に叱られるみたいな、そういう強制的な側面があるなって思ってて、でそもそも自分はその強制的な側面がすごいあんま好きじゃないわけよ。そのなんか学校の勉強もそうだし、なんか何事も強制されることによって人ってやりたくなくなるから、その部活っていうものでもちろん絆っていうものが育まれるのももちろんそうなんだけど、もしそれが毎回なんかしないと叱られるみたいな、なんかそういったプレッシャーとかがすごい高いものであれば、それは参加しなくていいんじゃないかなって思うのと、さっきやっぱりみつはちゃんが言ってた通り、なんかもちろん自分自身の経験上、自分はやっぱり学校が終わった後、学校外の場所とかに足を踏み入れて、それで成長してきた人間だから、学校終わったらそれ以外の時間も実際に他の場所に出てみてもいいんじゃないかなって思いました。移動していいですか？おどっちかな。そうなんだ。そう、テーマ考えた時に、僕は N 校っていう部活がなんか2位で好きなものをできる環境にあったから、なんか僕は部活結構楽しかったし、学びも多かった。企業部と投資部っていう企業と投資をする部活に入ってて、これは別に自分が入りたくて入ってて、学びとしてもすごい多かったし楽しかったから、僕は部活動に参加してよかったなって思ったタイプだから、ちょっとこっちに移動してきたっていうのが理由です。じゃあどうぞ。今すぐ真ん中寄りにいるんですけど、うん、なんか自分も部活めっちゃ入って後悔してないし、3年間楽しくできたんですけど、この質問がまず部活動には入るべきだっていうので、べきではないだろうと思って、だって、逆に言うと入らなかったら入らなかった時間はできるし、自分のやりたいことに時間がするけど、入った人の経験は入った人しかできないし、だから入っても別に後から辞めることができるから、だから入るべきだったって言われたら、ちょっとこっち側、自分もどっちかっていうと全然部活は入ったらいいことはあるよっていう意見です。本当に真ん中。なんか私はそうですね、結論は人それぞれでいいかなって思うんですけど、なんか私が持ってる部活に対するイメージがやっぱり高校が結構部活をちゃんとやる高校、運動部が結構ちゃんとやってる高校だったので、私はでもそこに入らないで、学校じゃないコミュニティにずっと所属して、やっぱりそこに集中してて、でそういうこと運動部で頑張ってる同級生を俯瞰してた立場だったんですけど、なんか部活って入学して入る時ってすごいやりたいって気持ちで入る子が多いと思うんですけど、なんかどんどんやっていくとすごいもう土日も行かなきゃいけないとか、もうやめられない環境ですごい強制されてる感じになっちゃってて、でもう時間がなくて
でも進路のことなんか考えてられなくて、ですごい悩んでる同級生を見たこともあって、だからなんかこう私が持ってるそういうイメージの部活だったら、やらない方がいいんじゃないかなって思います。でもやっぱり部活があるからそこで学べる子もいるし、そこで何かこう将来につながる何かきっかけを得られる子もいるから、参加するべきではないけどやっぱり必要な人には必要っていう考えです。なんかでも私は部活に参加してこなかった人だけど、部活頑張ってる子とか、なんか土日も行ってるみたいな、もう死にそうみたいな子たち見ると、なんかある意味青春だなとは思ってて、なんか大学とか社会人になったらもうそれできないじゃん。同じさ学校の人たちと頑張るみたいな目標はあるけど別にビジョンがあるわけじゃなくて、社会を変えたいとかそういうのではなく、なんかただ単純に頑張るみたいなのができるのはなんか部活の特権なんじゃないかなって思うし、なんかそれができたのはちょっと羨ましい気持ちもある。なんか確かに自分はちょっと太陽の意見を聞いてそれなってめっちゃ思ったわけよ。だって今回の質問ってやっぱべきっていうのがやっぱあるから、その部活動って存在する分にはめっちゃいいなって思うわけよ。私自分自身でイギリス行った時合唱部とか入ってたし、なんなら合唱好きすぎて教会でも合唱部行ってたし、もうずっと歌ってたわけよ。楽しかったから。でだからそうやって好きを突き詰めるのは構わないんだけど、ブラックな部活はちょっと開始してみてもいいんじゃないかなって思う。もちろん頑張ってる姿かっこいいけど、それがやっぱりあまりにも大きなプレッシャーすぎる。なんか自分が好きだっていう範囲を超えてしまった場合は結構きついんじゃないって思うし、逆にそれでやっぱり施設とかそういったものもやっぱりあるわけだから、ちょっとそこら辺はちょっとなんか強制部活は廃止した方がいいんじゃないかなって自分は思います。はい、なんか前提がそもそもべきっていうんだったらもうそれは分かるなって思って、やっぱ共感にだ結論はやっぱその人やりたいかやりたくないかっていうのはまああるんだけど、僕の中でなんかこうあえて反対というか言うとしたら、その嫌な経験辛い経験も一つだよねっていうのは言えちゃう。超しんどかったとか、その度が過ぎたっていうのは僕も全然反対なんだけど、でも一定数の負荷とかっていうのはその時の経験としては僕はいいんじゃないのかなっていうふうに思っていて、僕はそれを経験したことがないからそんなきつい部活入ってないからなんとも言えないんだけど、でもなんかこう体育会系の人の先輩の話とか聞くと、なんかその経験があったがゆえに今社会人に出て楽になったとか、なんかこう忍耐がすごいついたとかっていう人もやっぱいる、比べた時に過去と。だからそういう意見もあるし、なんかそこから学べられるいいこと悪いことってめっちゃあるから、なんか家でいるゴロゴロするとか、なんか他の人とするんだっていうのも一つの人生だと思うし、それはそれでいいところもあるんだけど、どうせだったらなんか挑戦した方が良くないみたいなっていう意見は言えるかと思って、すべきっていうところで言うと言えるかと思って。